どうもフィッシャーズ元木です。シルクです。自粛期間があったじゃないですか。家にいた時何かにハマったと思うんですよ。ハマりまくった。その熱を今日喋ってもらいたい。やった溢れ出る熱って友達とかに喋りづらいやつとかもあるじゃん。1から10までは話せませんけど話したいじゃん。みんながハマったもの、それをシンプルに知りたいんですよ。コメント欄でもお願いしたいのが、今ハマってることをちょっと教えてください。確かに僕らのハマってることを紹介しちゃいましょうのコーナー。なんかこういうの初めてだね。ちょっと皆さんに紹介していただきたい。熱を持って話していただきたい。好きなものを話している時の人間が一番輝いてますから、ちょっとその輝きを皆さんに見ていただきたい。3位から1位まで書いていただきたい。ハマってるものに順位って正直つけづらいんですよ。むずい。もう全部ほとんど1位なんですよ。なんだけど一人一人バッて上げ続けると死ぬほど時間かかるから、確かに1人3個ある。うわー、よし。明確に3位と1位の差はないです。出しやすいから。では早速やっていきましょう。よっしゃ。第3位書いてください。待ってー、どれか選ばないといけないな。待って、ちょっと待って。そう、明確にね、3位と1位の差はないですけど。待って、自粛期間もそれ字下手になったんだけど。なったんだけど喋りも変になる。むずいよ俺。これあれじゃ、YouTube はなしでしょ。 YouTube はさすがになし。なしそれでいこう。いや、お前ら YouTube じゃないんかいってもう突っ込まれそうだから先に言おう。なしですけど。 YouTube に関してはまあ分かってるでしょ。分かってるですね。ちなみに YouTube だったら皆さん何見る？ここに書いてるやつ以外、海外のさ、土にメントスコーラぶち込んで魚食べる。面白い。俺大好きなのよ。ナマズだかなんだか分かんない。魚とかそれ面白いんだよ。あれ絶対見るよね。すごい出てくるの。あれするの見たことない人絶対見た方がいい。見た方がいいね。穴に炭酸入れてナマズ取るの。そう。あんなチャンネルだろうね。プロスマグラーさんたち。あー、見るわ。それはめっちゃ見てる。俺もめっちゃ見てる。ハマったこと第3位、せーの、じゃん。なほ、野球、マサイ、フィギュア集め、シルク、秘密のレプタイルズ、元木、粘土。こういうラインナップね。みんな方向性ちげえな。違うね。逆に今になって野球が再熱したんだ。そうなんだよ。外出れないから外で運動してる。まあこれも動画見るようになっちゃうんだけど、もうずっとプロスポーツ選手の動画ばっかり見てた。前田健太っておっしゃるけど YouTube やってるからね。見たわ。PL 学園のやつ見た。そう練習メニュー、地獄の練習メニューのやつ。里崎さんの年俸の上げ方、ずっと飯食いながら野球の動画見て動いてる気分になってた。あー、いいね。本来動いてる人逆の行動してるけどね。飯食ってるから自分が思うマジですごいピッチャーランキング。そうご情報を子供の時に知りたかった。まあよりね、もしかしたら熱も出てるかもしれない。まさにフィギュア集めですね。おー、ずっとね、こうネットツアーで探してさ、欲しいのよく考えたらいっぱいあるんだよなと思って。で、やっぱシルクの部屋見てると、俺んちをもう少し華やかにしたいなと思ってきたのよ。アミーボを全体揃えたいとか。やってたね。もうダイナミックにいこう。あれはすごいわ。集めて、こういろんな人に見てもらったら、なんかまさにこういうのが好きなんだなって知ってくれるんじゃないかな。まあ喋りやすいよね。ゼルダの伝説の風のタクト。触れてくれるガノンドロフ。これですね。あるんだけど、あれむちゃくちゃでかいやつだ。あれめちゃめちゃ探してね、やっぱ高かったんよ。もう昔のさ、やつでさ、しかもあれ仙台限定なの。そうなんだ。仙台しかそれがあるんですか。それがある。すごい番号振ってやってさ、まさに集まって風の時やってたもん。やってたのやつだ。テリーショップ爆破してたもん。フィギュア結構増えたもんね、一気にダッてね。だって増やした。秘密のレプタイルズ。はい。爬虫類をテーマにした漫画なんですよ。トカゲ買おうってなって、俺レックスが家にいるわけじゃん。この漫画見ていろいろとやっぱスタートで学びやすかった。勉強になるんだ。そう、飼育環境とかレイアウトとかね、ケージの中のレイアウトとかもこれに書いてある。で恋愛模様とかもある。爬虫類のイベント行ったことない人とかでも行きやすいなってなれる漫画。読んでよかった。主人公が爬虫類全然興味ない状態から始そうなんですよ。そっからだからなんか初めて読む人にも分かりやすい。そのショップの店員さんがもう爬虫類が大好きすぎるね。愛情が溢れてっちゃって1から10まで説明したい人いるじゃん、そういう人。俺はそういう人大好きなんだけど、そういうタイプのショップ店員さん、その人と爬虫類を通して恋愛に発展したためになる漫画かな。とんかつ DJ あげ太郎と同じ匂いがする。読んでて勉強になる
るし、ストーリー自体も面白い。音聞く。はい、粘土。はい、僕がハマったのは粘土なんですけど、これ樹脂粘土、スライム作るみたいな。めっちゃ上手なの。そうよな。俺絵描くのは好きなの。絵を描く人って頭の中に 3D の空間があるわけよ。知るか分かると思うんだけど、リンゴ描いてくださいって言われた時に、正面から描くか上から描くか下から描くかっていうのを頭の中で回転させて、じゃあこのポーズで描こうっていうのができるわけよ。ああ、そうだわ。絵だとそれを平面に直して描かなきゃいけない。樹脂粘土だと思い描いた形をそのまんま形作れるわけ。なるほどね。そうだから思った通りの形になるの。それがめちゃくちゃ面白くて、絵描いて立体感を最終までさ突き詰める人とかいるわけじゃん。何これ触れんじゃねえか、あ、絵だったみたいなのあるじゃん。スーパーリアル。あれって相当な技術なんだよ。やばいよね。だから急に手出してもできるようなもんじゃないのよ。粘土は形作るところから始まるからね。そうなの。やりやすいっちゃやりやすいからね。ちなみにこねたやつは爆発するそれ。いや、ジーダルじゃないよ。3位が野球フィギュア集め、秘密のネットレンズが粘土と。とんかつ DJ あげたのめっちゃハマったんだけど、さっき言われたからなし。あ、ごめん。2位です。はい、いいですね。2ターン目好き、もう1位ぐらい好きなんだけど、まあ今回はちょっと動画上2位にしたい。2位書いてください。はい。絞れん。いや、シルクね、ちゃんとね、秘密のレッドアイズを出せたのがね、偉すぎる。タイトル絞れん。好きな漫画あげるだけでもう多分1位が100位はもう埋まるわ。そうそんなこと言ったらワンピースも出すし。それそうミニシエからハマってんのよ。ミニシエ第3位漫画とか言いたかったけどな。それするとあまりにも広すぎるから。本当だよね。フィッシャーズがハマっているもの第2位、せーの、第5位、ナホ、スマホ。スマホね。そういうことね。そういうことね。うぜえ。スマホ。新商品のリーク情報集め。面白いから後で説明するね。もう溢れちゃってる。夜行性。構成アニメ。広くこれね、事情があるんです。じゃあちょっと元からいこうか。はい。シルクが漫画のタイトル出してくれて申し訳ないんだけど、俺あえてアニメって言わせてもらったんだけど、なんでこれアニメって言ったかっていうと、広くね。今まで俺漫画すごい読んできたんだけど、アニメを鑑賞するっていう習慣がなかったの。もう意外だな。続いてるアニメを全部通して見るってことをやったことがなかったんだけへど、アニメめっちゃ面白いってなってる。ディズニーチャンネル。いや別にディズニーチャンネルじゃないんだけど好きだよ。好きだけどディズニーを見るけど、俺ラブコメとかって全然見ないタイプだったんだけど、マサイにかぐや様を告らせたいがちょっとおもろいって聞いて、初めてラブコメ見たんだけど、テンポが良くてめっちゃおもろい。テンポいいな。面白いね。夜行性。それは何？お前夜行性になったと。誰か元から夜行性なんだよ。そのまま YouTuber で多分基本夜行性なんだよ。そうねそうね。ハクビシンとかでしょ。ハクビシンじゃない。東京の外獣じゃねえ。どうやら僕聞いたところによるとなんですけど、音楽のことなんですけど、夜しかずっと真夜中でいいの。夜遊びさん。最近僕その方たちの曲に激ハマりしておりまして、ずっと聴いてんだよ。待った方がいいかい。俺それ1位にしたかったんだけど。すいません。最近ね、Twitter とかでもやり取りさせていただいたんですけど、なんかね、してたよね。そう結構いろんな曲僕聴くんですけど、 J-POP にバカほどハマる時もあるし、ちょっとこう背伸びして洋楽聴こう、いろいろとあると思うんですけど、俺がボーカロイドにクソほどハマった時期があった。その衝撃に近いんですよ。なんか新鮮だった。開始のもう 2,3 秒ぐらいで一気にこうキャッチーな声とメロディーがザンと入ってくるんです。サビからドーンみたいなそうね、曲とかね。で最近ってやっぱその Spotify とかもそうなんだけど、いろんな曲をいろんなもうスマホで一気にすぐパッて聴けちゃうから、開始の数秒でこうドンとインパクトの強い曲じゃないと多分聴いてもらえないんだと思う。もうこれ多分曲作る上での理論だと思うんだけど、そこまで考えて聞いてんだ。3秒とかで一気にダンって入ってくる。でその衝撃がこの方たちは異常。マジでいい。中学2年生とか中1とかにボカロ一発目に聞いた時の衝撃には本当に近い。そうなんだよ。だからそのハマってる人たちのことを夜行性って言うらしい。そう俺詳しくそこまで知らないんだけど、今回はこういうなんかまあ面白い見出しからまあ書かせて、そうですね、はい、もらったんですけど、でオンライン飲み会し終わった後ってさ、ちょっと寂しくなる。はい。そうだね。終わった後その時に聞いて寝る。は夜遊びさんじゃん。ねえ。夜行性だ。もう夜遊びさん。
まさやこちら、そうですね、新商品のリーク情報集めということですね。皆さん iPhone 知ってるじゃないですか。次の iPhone どうなるか知ってますか？本当の情報と嘘の情報で、あと誰かが作り上げたでっち上げた情報とか、いろんな情報が待ってるやつ。そう、それをもう見るのが面白くて、なるほど。見抜き始めるんです。そう、タブレット式になっちゃうとか、 iPhone 次4眼レンズとか、ディスプレイの縁がなくなるとか、めちゃめちゃ出てきてる。それを見極めたりするのが面白い。ニュースで言うと、例えばソニーさん車出したとか、公式発信じゃなくていろんな人があれやこれや言ってるのを見るのが面白い。見るのが面白い。だってまさや新しい情報でいつも送ってくれるもんね。そう、公式で出るとさ、たまにソフトバンクショップなのかなっていう上から通知来て、開くとお前なんですよ。面白いなってところがあって、新商品のリークを送るときだけ、なぜかお前敬語になるのよ。確かに。あれが面白いんだよ。お客様サービスセンターになるんですよ。そう、急になるの。すげえ丁寧に敬語を送ってくる。もう店員なのよ、完全に。本当にだから裏でなんか契約結んでんのかな。漫画のさ一番新しい話を読んで次どうなるんだろうって考えるのに似てるの。考察ね。そう、考察出るじゃん。本当にそうなったりならなかったりするけど、それを見てるのがまず楽しい。そう、その盛り上がりも大事だし。今回 iPhone を例に例えたけど、いろんな情報を見てたよって話。僕妻の方にハマってます。ハマってるというか、なんかこっちもにやけるわ。そうそうそう。なんかお互いが家にいて、それがしばらくっていうのマジで初めてだった。フィッシャーズ連れ回すからんだこの子。俺も望んで言ってるんだけど、まあ向こうも仕事とかしてたから、だから結構ずっと遊んでた。へえ、なんだそのいい話。そう、なんか道盛りとかオリオンパーティーとか桃鉄とかずっとやってた。いやてかゲームそっか好きなんだ。そうそうそう。お互いできる。俺よりできるよ、なんなら。最初の頃なんかスマブラ俺より強かったもん。ああ、それすごいな。そうそう料理とか作ってくれるの？あ、そうです。お前周りが中学生だよ。彼その話しないんだよね。本当にしないの。こういう時じゃないしないもん。そう、スマホってつけてるあたりもいいな。ここにいいねボタンがあったら壊れるまで押してる。確かにメンバーの前でそういう話したことないもん。しないしない。俺も恥ずかしいからしないよ。していいのかなっていうところもある。まあ確かに。俺はわざわざ話を切ってまですることじゃないから。ちょうだいちょうだいちょうだい。俺ね、人のそういう話大好きなんよ。いいよね。いい、もうなんか人の幸せな話なんですよ。よくない？何とかじゃないの、もうそれ聞いてるだけでいいのよ。初めて UberEats を頼もうとしたんだけど、おあれの操作の仕方が俺が分かんなくてずっと消えてたのよ、画面に。そう、なんだこれは。いや、いいから貸せと。で渡したら、同じ。似てるんだよ。はぁ、これ何なんだよ。それスマホが解決する話じゃないんだ。そうそうそう。満しすぎるだろ。という2位でした。はい。濃いなぁ。濃いなぁ、マジで。こんなにいい話した後の1位出しづれえな。スマホ1位でいいんじゃないのこれ。いや、違う、それは俺じゃないんだよ。 1位を書きましょう。はい。オッケー。いいですよ。フィッシャーズが今ハマっている第1位、せーの、じゃん、うまっ。ちくわのしつけ5等分の花嫁 SCP。 はい。これから聞こうか。まあそうね。元木から聞こうか。何かっていうと、創作の、まあ、作り話だよね。創作の SF でちょっとわけのわからないことを引き起こす場所とか物とか報告書形式でまとめたっていうサイト。めっちゃ面白そうそれ。タンス、見た目は普通のタンスなんだけど、その SCP はなんと中を開けるとそこに外側からは想像もつかないくらいの広い空間があって、中が迷宮状になっている、そういう話が報告書形式でまとめられている。もう普通に見れちゃうの、そんなの。普通にもう無料で見れます。すげえな。ちょっと小難しい表現とかになってたりするんだけど、そこをあえてこれってどういうことだろうって考察してみると、なるほどねっていう、気づくと怖い話だったり、まあちょっとジョークだったり、そういういろんな不思議な話が詰まってる。タンスのさ、角にさ、なんで決まって足って薬指の外側しか当たらないんだろう。でそこになんかそういう妖怪がいるんじゃないかみたいなのをなんか報告してるとかはないの？そういうタイプの話もあります。知らない間にあざができてるとか。そうそうそう。冬場使うカイロなんだけど、見た目は普通のカイロなんだけど、そいつ永遠に温度が上昇し続けるみたいな。ほったらかしにしといたらやばいじゃん。そうだね。地球滅んじゃう。みたいなのをこう見つけ出して安全に収容します。そういう。すごいな。今もう世界中で実は流行ってる。メンインブラックとか世にも奇妙なとか、そういうのが好きだったらこれも好き。出た。いやもうね、最近すごいんです、彼は。5等分の花嫁ですね。俺が求める一番好きな女性像である方
キャラクターでおるのよ。五つ子ちゃんなんでしょ。そう、いちかちゃん、みの、みく、よつば、いつき。いつ子ちゃんたちの主人公が家庭教師になる。さあ、じゃあこの5人の中で、花嫁って誰になるのかっていう。ヒロインが珍しく5名いるんだよ。その中の僕、いちかちゃんって長女が一番好きなの。もうすごいいいお姉ちゃんだ。姉妹とだといろいろ話してるうちに、風太郎のことの話になるわけよ。で、その中で、この恋愛ちょっとマジで、風太郎くんを取りに行きたいと。ってなった時に、ちょっとね、性格が、ちょっとだけ歪んじゃう。一部のファンからは、結構いろいろ言われちゃったのよ。恋愛にマジになって、ちょっとぐらい性格歪んだからって、もう恋愛のシスターズウォーにも入れてない一読者が、この子に対してクズ女とか言いやがるの。クソ生意気にも程があるんだ。いいぞ。いや、いいじゃん。そのくらいマジになったんだから。そこもリアルじゃん。っていうとこなの。ごめんなさい、感情が現れました。人間味がすごい出るのよ。で、ヒロインが何せ全員可愛い。俺、いちかちゃん好きなんだけど、もう他も好きなの。まあね、みんな、いつそうですからね。結局全員好きなんだけど、全部が好き。絵もうめえし、ストーリーも面白い。パッと読めるんだけど、めちゃくちゃ読み返します。そういう漫画。これに関しては絶対もう命令です。読め。いっぱい言ってた方がいいよ。おっすねー。チャンスだよ。いいね、なんかメンバーによってね、誰が好き誰が好きって違うかもしれない。絶対違う。そう。結構人間性出るもんね、こういうの。出ると思う。俺、いちかちゃんなんだけど、みく。当たりー。あ、なるほど。あそこまだよ、いちかかよつば。なるほどね。どっちか。いや、いちかだね。いつかもしんない。また争い始まる。学生の時好きな子かぶってたの。そうなんだよ。いちかの可能性あるし、シスターズウォーお前俺さ、いるだろ。いや、俺はよつばだと思う。あ、そうなんだ。俺よつばだ。いや、ちょっと、それ聞いた上で読んでみたいな。マガジンの漫画です。ぜひともお読みください。はちょっと満足して始めちゃったもん。ごめんなさい、ちょっと熱が出すぎました。い。ちくわのしつけです。これはね、本当にね、もうお利口さんで、利口だな。そう、もう芸をすごい覚えるんですよ。ワンちゃんいると幸せだなってまあ思うわ。思っちゃうわ。まあ出かける時もそうなんだけど、何をやっちゃいけないのかダメなのかって叱らないとわからないから。それはしつけですね。そうね、こうキッチンの中入らないようにしたのね。ほんとこう分かってくれてて、こう人が入るともうずっとパッと止まってくれる。すごいな。そう。禁止区域には絶対入らない。絶対あいつやっぱ頭いいのが、人がいないってことは入っていいんだってなっちゃう。叱る人間がいないの。叱る人間がいない、文句言う人間がいないからもう入っちまえな。頭いいね。そう、もう最近ちょっと編み出した叱り方をちょっと紹介したい。まあやっぱキッチン入るんだよね。まあ、見てないとね。で、ゴミあざのこするし、いたずらするじゃないですか。それを阻止するためにちょっと工夫をしました。スマートスピーカーを設置したんですよ。スター・ウォーズのオープニングなんです。僕の声を通じて怒るのもいいんですけど、だんだん効果がなくなってきたんですよね。へー。あ、どうせ来ないからここで声出してんだろうとかわかんのかな。頭いい。ちくわがいけないことした瞬間にあ、やめんだ。パッてやる。最近はスター・ウォーズなんだ。やべえ音だっていうのは分かってる。まあ今スター・ウォーズ流してるけど、でもスター・ウォーズも多分きっと慣れるから別の曲にチェンジするんだけど、曲を変えるの。手法を変えるの。健康には影響を及ぼさない音量でやってるから、そこだけはね、そう安心してほしい。ちくわがやめればいいんだもんな。いや、ほんといろいろ試したんですよ。ダメって言ったらやめるんだけど、いないとダメとも言えないからね。そうそのためにスター・ウォーズなんだよね。そのために今はたまたまスター・ウォーズが流れる。飼い主のことやっぱ大好きだからね。寝るときとかはね、言うことが言ってる。インクイグはね、そうそうそう。てな感じね。はい。ちくわくんでした。もう僕の第一位は絶対に馬なんです。本当に、もうこれもう本田君の話なんです、これは。そうだね。もう僕は死ぬほど馬が好きです。まあ、そうだね。いや、俺らはそのイメージあるから。半端じゃないよ。半端じゃない。俺よく今日のこの表現我慢してたなって思う。そうだね。まあ馬券は20歳からですけど、競馬が好きだったりとか馬が好きだったりとか何歳でもいいわけです。そうだね。もう僕は10歳からずっと好きだったんです。へそう、ディープインパクトっていうね。ああ、もう誰でも知ってるよね。彼の走りを見た瞬間の衝撃がもう俺をもうその世界に引き込んだんです。そうなんです。そう。競馬やってなくてもディープインパクトが春うららとか、そうね。あの辺は多分みんな聞いたことある。そう。もう何好きすぎて今うまく説明できないぐらい好きなんです。そうだね。競馬というもうスポーツが好きなんです。ああ、そうだ。ちっちゃい頃ジョッキーになりたくて。今じゃ絶対叶わないけどね。そう。でも当時も叶わなかった。当時からできるだけ背が小さくて
まあ体重も大体45キロから50キロぐらいな高校生のもう思春期の時に減量とかしてちゃんとそこに合わせなきゃいけない。俺もう小学校3年生の時にもう45キロあった。もう入るんだ。やりたいって思った時にもう遅かったの。そうみんなに言ってないけど、もうたまにできた休日とか俺一人で北海道行って牧場見に行ったりとか。すげえな。そう競馬飲み会がある。そんなのもう相手馬。いやまあじゃあ馬か。やっぱりまあギャンブルって一面があるからどうしても言いづらいなって部分もあったのよ。ああ、そういうこと。マジで好きなんよ。リアル騎馬戦した時、あの時超楽しそうだった。そう、自分馬乗れないってなった時すっげえ悲しそうな顔したのよ。あれがちょっと未だに忘れらんないんだよね。まあ昔からいる友達からしたらなんで言ってないのってぐらい好き。エイシンフラッシュっていうのが勝った天皇賞だけまず見てほしい。天皇さんが見に来たんですよ、天皇賞。天皇賞だね。そうだけどそのレース勝ったのが外国人ジョッキーミルコ・デ・ムロっていうジョッキー。レースが終わったらちゃんと場所に戻るまでジョッキーって降りちゃいけないルール上なんだけど、ミルコ降りたの突然で天皇様の方に向かって馬と一緒に敬礼して。うわー、めっちゃ粋じゃん。かっけえと思って。それ粋だな。そう今日話していいんすかこれついに。まあいいじゃない。いやよかったよ、そういう動画になって。寝言で馬のことを叫ぶぐらい。へえ。何叫んでんの夢で。そうジョッキーの名前叫んでたりもするらしい。へえ、すごいね。そう北村って言って。怖い。それもう嫁さんからしたら浮気だと思うよ。北村って誰よ。1位はこれでした。はい。馬とちくわのしつけいことを学べ SC。好きなものの話だとこんなになるってことだまた。いやだから喋りますよ。いや楽しかった。いっぱい話せることはいっぱいあるんですけど、ちょっとねこの日またと思うからちょっとまたいでたわ。ごめん。そんな話してる？あ、ごめん、めちゃくちゃ話した。終了です。はい、今日はここまで。YouTuber 言わずの方が好きです。チャンネル登録とボタンよろしくお願いします。せーの、ありがとう。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、ありがとう。